ベートーベンは難聴で苦しんだ。そんな運命に誰もが直面する可能性が。聞こえにくい、耳鳴りがするといった耳の不調は放っておくと重大な病気にも。特に季節の変わり目は耳の不調が起こりやすいのです。今日は耳の不調を解消する秘訣を専門家が生で解説します。では早速専門家の方ご紹介しましょう。友耳鼻科クリニック院長の新谷智子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生は難聴疾患、特にお子さんや高齢者の方の診療に力を入れていると。友先生、友ちゃんとも言われているということになりますかね。さあ先生、この時期に耳の不調起きやすいって、これどういうことですか。まずやはり春は気圧が変わりやすい時期なので、はい、耳の不調を聞き出しやすいと言われています。じゃあテレビの前にもそういう方多くいらっしゃるかもしれない。で、耳の聞こえ、この不調を放っておくと先生どうなるんですか。はい、認知症になる危険性が高くなると言われています。うわ、赤で20線、認知症になる危険性も。耳がその認知症って頭ですよね。そうですね。そこと関わってるんです。そうですね。やはり耳からの刺激がないと脳がお休みしてしまいますので、危険性が高くなります。だから今日はしっかりと皆さんお付き合いいただきたいなと思うんですが、実は耳に関する正しい知識、そして解消法などご紹介していきますが、どさんこアプリで3500人の皆さんから耳に関するアンケートが届きまして、さまざまな皆さんね、悩んでらっしゃる、悩んでるということはこれ本当に分かります。で、具体的にはこんなご意見がありました。例えば稚内の50代の女性です。体温計のピピッという高い音が聞こえない、聞こえづらいという。そしてもう一人、札幌市の女性の方、飛行機、電車、バスに長時間乗ると聞こえづらくなる、こういったご意見、代表的なもの非常に多かったんですが、そもそも先生、音が聞こえるってこのメカニズムどういうものなのかというのを改めて教えていただけますか。はい、音は空気の振動で、耳で外耳道に入って共鳴して、次に鼓膜、耳小骨を伝わって、で、増幅されることによって次に下牛で電気信号に変わります。で、電気信号に変わったものが聴神経を伝わって脳で音として認知されることになります。ですので音っていうのは脳で聞いているということです。脳で聞いているというと聞こえなくなるというのは、聞こえなくなるというのは、この外耳、中耳、内耳のいずれかの障害があると難聴になります。じゃあズバリ難聴とはと言いますと、難聴は、音が聞こえない、聞こえにくいということを難聴と言います。で、実際に難聴の方、難聴予備軍の方が非常に多いそうなんですね。で、皆さんにも、そしてお二人にも、ぜひチェックしてもらいたいんですけど、10項目のチェックポイントがありますんで、ぜひテレビの前の皆さんも何個当てはまるかチェックしてください。ではその10項目ですが、最初の5つこちらです。会話をしている時に聞き返すことがある。2つ目、後ろから呼びかけられると気づかないことがある。3つ目、聞き間違いが多い。そして4つ目、車の接近に気づかないことがある。5つ目、話し声が大きいと言われるという。まずこの5つどうでしょうか。で、残りの5つがこちら。会議など数人の会話がうまく聞き取れない。7つ目、電子レンジのチンという音が聞こえにくい。8つ目、相手の言ったことを推測で判断することがある。9つ目、騒音が多い、または大きくうるさい音のする場所で過ごすことが多い。例えば部屋の中で大音量で音楽を聴きながらとか、そういうことですね。で、10個目、テレビなどの音量が大きい。周りの方からちょっとテレビの音量大きいんじゃないのなんて言われることがあるという。以上の10項目で何個皆さん当てはまったでしょうか。その個数だけ覚えておいてくださいね。北本さん、金子さんはどうでしょうか。ちょっと事前に北本さんチェックリスト、私は4つはまりましたね。4つはまりました。あとこの6番の会議など数人の会話がうまく聞き取れないっていうところと似てるかもしれないんですけど、よくあるのが、周りが騒がしい時に目の前の人の声が聞こえなくなるんですよね。
レストランとかで会話して、だからこれかな近いかなと思って6番ちょっと選ばせてもらいました。なるほど。金子さんは？私10項目目ですね。テレビの音量が大きいと言われるテレビだけではなくって音楽を聴いている時に気づいたら最大音量にして聴いてしまったりっていうこともたまにあるんですよね。あれでも北本さんと金子さんと話し声多分大きいと思うんでチェックしてないですよねそこ。私自覚はないんですけど、無自覚でしたけども、これはね自覚した方がいいと思います。だから一つずつ追加だと思うんですよ私。だから私じゃあ5項目になっちゃう。北本さん5項目。私話し声小さい。2項目ですね。2項目ね。先生、こんな強制的なチェックリスト。解説をお願いいたします。0から2個は問題がなし。それから3、4個の方は耳鼻咽喉科に受診することをお勧めします。ということは難聴の可能性も可能性がある。ですね。また5個以上の方は、難聴の可能性もっと高くなりますので、耳鼻咽喉科に早めに受診された方がいいと思います。じゃあ北本さんここになっちゃったんで可能性ももしか高いかもしれないと。そうですね。病院行った方がいい。そうですね。聴力検査を受けられた方が。しっかり受けて。なんかねこういう聞こえにくいのを放っておくと大変なことになるっていうこともよく聞くんですけど。そうですね。突発性難聴とか急になった難聴の場合はやはり数日以内に耳鼻科受診された方がいいと思います。年齢関係ないですから本当にチェック項目多いなと思った方は小さいお子さんも含めて早めに受診をお願いいたします。で難聴から認知症という話がありましたがちょっとこちらご覧いただきたいんですけれども、認知症につながる危険因子を、項目別に分けて第5位が何かと言いましたらこちらでした。運動不足が認知症につながる可能性もある。これ聞きますよね。聞きますよねそれね運動不足だったら。でじゃあ3位タイのものは何かと言いましたらこちらでした。やはりうつになってしまうと認知症のリスクというのはやはり高まってしまう。では1位タイは何かと言いましたらこれが先生難聴1位タイなんですね。そうですね。中年期以降の難聴の方っていうのは認知症のリスクが高くなる。最も高血圧とか高脂血症とかに高脂血症ですね。肥満とかに比べても難聴が一番高いと報告されています。だから少しでも気になる方は本当に病院に行くことをまずお勧めしたいなということなんですが、実は視聴者の方からこんなご意見もありました。50代女性の方なんですが、仕事で忙しく集中しないといけない時に耳鳴りがするということ。そして40代の女性札幌市の方はいつも山奥にいるようなこもった感じがする。こういった方もいらっしゃるかもしれないです。耳鳴りのところ金子さんかなりうなずかれてましたが。そうなんです。私疲れが溜まってるなって思う時とか頭痛がする時には少し耳鳴りがすることがあって、あと気にすると音が大きくなっているような気もするんですよね。耳鳴りってそもそもメカニズムで先生なんで起こるんですかこれは。どうしてなんでしょうか。大体の方は、耳鳴りがある方っていうのは難聴があります。で難聴になると脳に届く電気信号が減りますので、難聴になってここ聞こえないとここに音が入らないので周りの脳が興奮してしまうっていうことが耳鳴りの原因ですので、難聴で脳に音が入らないっていうことですね。電気信号うまく伝わってないから脳が興奮してしまう。聞こえてないのがおかしいということで脳が興奮するというのが難聴です。で耳鳴りも含めて実は非常に注意しなきゃいけないのは、先生難聴というのはこういった点ご注意まとめましたが改めて教えていただけますか。耳鳴りがすると気分が落ち込んだりしてうつ状態になります。で耳鳴りの原因がわからないこととか、あといつまで鳴ってるんだろうということが不安に感じてしまったり、そして耳鳴りのせいでイライラしたり集中できず、それから自律神経に影響をもたらして眠れなかったり動悸したり緊張や冷や汗などの症状を引き起こすっていう悪循環になってしまいますので、耳鳴り難聴のある方は完全になくすことは難しいんですけれども、これらの悪循環を断ち切るということが大事です。じゃあ日々耳にその聞こえも含めて良くするということも含めてですね、どういった付き合い方をしていけばいいのか、ここでクイズ形式でテレビの前の皆さんにも北本さんにも金子さんにもちょっと答えていただきたい、耳に関する嘘本当をお送りしたいと思います。4問あるんですが先生にも生で解説していただきます。1つ目こちらです。
耳かきはたまにやるのがいい。これが嘘本当。さあどちらでしょうか。本当あれそうですか。なんでなんか私たまに定期的にやった方がいいのかなっていうふうに思ってました。私はお世話になってる耳鼻科の方は、耳かきしない方がいいよって言われたので、私そこからやってません。もう病院に通うっていうか行って耳掃除してもらうって、それがいいよって言われたんですけど、どうなんですかね。さあ先生、嘘本当どちらでしょうか。はい、これは嘘です。嘘。はい。嘘。全北本さん正解。はい、耳かきはやはりやらない方がいいです。やっぱそうです。気になるなら月に一度程度お風呂上がりとかに綿棒で軽くくるっとする程度で十分ですので、やりすぎると耳垢が増えてしまいます。逆に増えてしまうんですか。増えてしまうので触らない。でもあれですよね。その掃除はやっぱり定期的にした方がいいですよね。気になるようだったらもう本当に耳鼻科を受診していただいてお掃除するなんですね。どうしても痒くなってやってしまったらそれは悪循環に行く悪循環になりますので、かゆみ止めのお薬を飲むまたはつける、刺激しない方がいいんですね。はい。では2つ目こちらです。イヤホンの使用時間は1時間以内にした方がいい。これは嘘か本当か。さあどちらだと思いますか。ノリノリで音楽聴くタイプなんですね、岡崎さんね。これは本当じゃないですかね。本当ということ。まあ本当と出しながら1時間以内にはちょっとなってないかもしれない。きっとそうした方がいいんでしょうね。さあ先生、嘘本当どっちでしょうか。はい、これは本当です。本当。はい。正解。やはり長い時間聞かない方がよくて、でただし周りの騒音を下げるようなノイズキャンセリングイヤホンの機能がついたようなものを使用した方が望ましいと思います。そうなんです。それはなぜ？周り騒音があるところで音をしっかり聞こうと思うとどうしてもボリュームが大きくなってしまいますので、ノイズキャンセリング機能を使って適切な音で耳に入れることが大事です。金子さんの大音量で聞くっていうのはやっぱり耳にはまさにそうしちゃってるんですよね。大音量の場合はやはり30分で1回お休み、10分お休みしてまた聞くぐらいの方が耳が疲れちゃうんですね。そうですね。ぜひ守ってください。では次行きましょう。こちら。飛行機で耳が痛くなったら治るまで鼻に手をこう当てて耳抜きをする。さあ嘘本当どっちでしょうか。本当。2人とも本当になりました。実際にそうしちゃってますね。しかも詰まってたらやっぱり体に良くないんだろうな。なんか気圧に対応できてないからっていうのはなんか思いました。先生どちらでしょう。これは本当でもあり嘘でもあるんですけれども、そんな選択肢があるんです新しい三角。2、3回するのはいいんですが、そこで通らない場合は無理をすると中耳炎になってしまったりめまいすることがあるので、特に風邪をひいていたり鼻の中に溜まってたりするような時は無理をしない方がいいと思います。それは詰まったままでも大丈夫ってことなんですか。詰まったままで無理をしない方がいいということですね。詰まったままでやってしまうと中耳炎などになってしまうことが、できればもう鼻の治療をしてしっかりいい状態で飛行機乗られることを乗る前にっていうことにならないようにって。では行きましょう。次こちら。金子さん耳鳴りと話ありましたが、寝るときに耳鳴りがする場合は静かな部屋で寝る。嘘か本当。さあどちらだと思いますか。これは嘘であってほしいですね。私静かな部屋でいるとより耳鳴りは気になってしまうので、どんどん音が大きくなっていくイメージがあるんですよね。ちょっとだから刺激が少ない方がいいかなと思って私本当って出したんですけど、安静にってことですね。どうなんですか。さあ先生どちら。はい、これは嘘です。嘘。はい。逆にそうですね。逆に耳鳴りが気になりストレスとなってしまって先ほどの悪循環になることにあるので、ラジオを小さくかけて聞いたり、または川が流れるような音とかそういう環境音楽を流したり、あと家電でブーンと音がする家電をわざわざ寝室に入れたりして、音環境が豊富な状況で寝ていただいた方が耳鳴りは気にならないです。気を紛らわすみたいな感じですかね。そうですね。さあそして日々の耳に対して食事から予防もできるということなんですが、先生どういった食事が大事になるんですか。はい、やはり内耳の細胞の修復とか脳に音を伝える神経伝達物質のためにもビタミンの B や C、ミネラル、タンパク質が必要になりますので、具体的に言うと豚肉などはビタミンの B とかタンパク質が豊富ですし、
ほうれん草などもビタミンの B や鉄分が豊富になりますので、このような食材をいっぺんに摂るんじゃなくてこまめに毎日摂ることをお勧めしています。はい、わかりました。この食事も非常に大事と。先生、本当に私もという共感されている方多いと思います、そういった方に向けて、難聴悩んでいる方に向けてメッセージをお願いします。はい、やはり加齢による難聴というのは根本的に治すのが難しいんですけれども、補聴器を適切に使うことによって音をしっかり聞いて、あと耳鳴りの治療としてもいいと思いますので、やっぱり聞こえてないとそれがストレスになったりコミュニケーションの障害で認知症になる可能性も高くなりますので、適切な補聴器も使われたらいいと思います。補聴器などを使ってください。札幌では補助金はないということですが、周辺自治体で補助金出ているところも補聴器に関してあるということですもんね。そうですね。札幌市の他には北広島、千歳、恵庭市、あと十勝の町村などでもありますので、ぜひそういうのをお聞きになってみたらいいと思います。はい、本当に勇気を持って補聴器も非常に大事だということもありました。難聴は認知症にもつながるということですから、本当にケアをしてください。新谷先生、今日はお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。